黒沢映画って言ったらやっぱり七人の侍ですよね。でも私はちょっとそこはおすすめしない。最初に見るべき一本って何ですかと聞かれたら私はこう答えます。用心棒です。この3本を楽しんだ上で七人の侍に行きましょう。シリーズ黒澤明前作解説エピソード0、黒澤映画最初に見る3本。黒澤明の映画をこれから見ようと思っている人たちが気になるところっていうのは、まず何から見たらいいんですかねだと思います。あるいは黒澤映画って言ったらやっぱり七人の侍ですよね。やっぱそれから見るのがいいんですかって思う人も多いでしょう。でも私はちょっとそこはおすすめしない。そうじゃない別の作品から入ってほしいなと思います。長いっていうか音ですね。聞き取りづらいっていうところがあるのかなと思います。その辺でつまずいてしまって黒澤映画ってなんかどうも入ってこないなって思われるのがちょっと嫌なんですね。そこで今回は、黒澤明前作解説を語る前に黒澤映画初心者が最初に見るべき3本っていうところを私のおすすめを語りたいと思います。さて最近 SNS で映画のシリーズどういう順番で見るのがいいのっていう話が時々あります。やっぱり黒澤映画にも見る順番っていうのがあるんじゃないのかなと思っています。一番有名な作品から見ましょうよってなるんなら七人の侍からになるかもしれないし、ちゃんと黒澤明って人の作家性を順々に送っていきたいんだったらデビュー作の姿三四郎から見るのもありだとは思います。ただ最初の一本って大事だなと思っていて、まずこの人面白い、もう一本見てみようって思わせることが一番大事じゃないかなと思います。黒澤映画の入り口に大事なのはまず面白いこと、そして古い映画だってあんまり感じさせないこと、そして黒澤映画の魅力がきっちり詰まっていること、この3つではないかなと思います。では黒澤映画初心者は一体どこでつまずきやすいのか。私は音だと思います。モノクロ時代の特に初期の作品の黒澤映画っていうのはとにかく音が悪いというかセリフが聞き取りづらいです。もう何言ってんだか分かんないっていうのは結構あります。もし黒澤映画を DVD とかブルーレイで見るんだったら悪いことは言いません。字幕オンにしてください。絶対その方が見てる最初のうちはいいと思います。その字幕もついていない状態で古い映画見るとセリフを追うのに疲れて話が入ってこなくなるとか、そのせいでちょっと黒澤映画ってなんかなって思われるのはもったいないなと思うわけです。ただ黒澤映画ってとにかく絵の力が強いのでセリフなんか聞き取れなくても正直言うと何が起こっているのか大体わかります。大体伝わります。私ぐらい好きになってくるともうセリフなんか聞き取る必要はない、心で聞くっていう境地に達しますっていう話をすると、だったら音の良くなった晩年の頃の作品、カラーの作品、そこから入るのがいいんじゃないですかと思うかもしれないんですが、それもちょっとあまりおすすめはしません。念のため言うと私はカラー家の黒澤映画大好きです。特にランなんかは私のベストムービーの一本と言ってもいい。ただあれを最初に見ると黒澤映画ってなんか難しいなって思う人一定数いると思います。もういいかって思われたらちょっとそれはもったいない。黒澤には難しいこと何も考えずに見れる楽しい映画もいっぱいあるんだよ。そこを知らずにカラー家の映画の重い題材の映画を見てダメだって思われるのはちょっともったいないなと思うんです。少し黒澤慣れしてから見た方がいいのかなと思います。じゃあどういう作品なら黒澤映画の入り口に向いているのか。今回のおすすめ作品の条件はかなり実用的です。長すぎない、重すぎない、そしてセリフが比較的聞き取りやすい、この3つが大事かなと思います。そう考えると黒澤映画の最初の入り口としてやっぱりいいなって私が思うのは1960年代頃の作品群から入るのがいいんじゃないのかなと思います。特にその中でもおすすめしたい3本というと用心棒、椿三十郎、天国と地獄、この3本になります。はい、では最初の話に戻って黒澤映画最初に見るべき1本って何ですかと聞かれたら私はこう答えます。用心棒です。用心棒、黒澤映画の中で普通に面白い映画です。あえて言います。普通に面白い映画です。あえて普通にと言ったのは
とにかく何も考えずに楽しめるっていう意味で普通に面白いです。三船敏郎を演じるふてぶてしい侍がある町にやってくる。その町には2つのヤクザ組織が対立している。三船はその2つの組織をお互いに戦わせて両方ともぶっ潰そうとするという、そんだけの話です。その三船敏郎、とにかく強い、頭もいいがとにかく強い、そして態度は悪いが人はいい、スカッとする、爽快、そしてもちろん最後は勝つ。最初から最後まで楽しめる映画じゃないのかなと思っています。またこの映画には黒沢映画の常連俳優がたくさん出てくるので、最初に黒沢劇団的なノリを楽しむっていう意味でもありかなと思います。三船敏郎はもちろん、中台達也はもちろん、山田五十鈴、土屋義雄、東野栄二郎、志村隆、加藤大輔、ペギタス、沢村一郎、こういう黒沢映画の常連さんたちがいっぱい出てくるので、後々黒沢映画見るときに、あの時のあの人かって思って楽しめるかなと思います。さて、用心棒を楽しんだら2本目は何かっていうと、おすすめは椿三十郎です。この映画、用心棒の続編です。続編なんですけど、前作との物語上のつながりは何にもありません。なので、順番逆でもいいんですが、ただ私としては用心棒の単純明快なんだけど、なおかつちょっとすさんだ荒ぶる感じ、そこに黒沢映画のダイナミックな感じというのも出てくるので、それを楽しんでもらった上で、椿三十郎、少し和やかな、若干コメディっぽいところもあって、少しゆるい雰囲気があって、これはこれで面白い。この順番で見てくれた方がいいのかなと私は思っています。椿三十郎が用心棒より重要かもしれない要素として、この映画には師弟愛というものが描かれます。つまり三十郎と若侍たち、弟子をちゃんと面倒を見る師匠についていこうとする若い奴ら、そういった黒沢映画特有の師弟愛が割と分かりやすい形で提示されているんじゃないのかなと思います。ここを見ておくと赤ひげにも入れるし、姿三四郎にも入れるし、遺作のマーダダイもなんかちょっと分かってくるし、七人の侍にもそういう要素あるしっていうところで、黒沢映画流の師弟愛、この辺で分かりやすく学んでおくのがいいのかなと思います。さて、黒沢映画の3本目です。1本目、2本目と時代劇が続きました。また時代劇ですかと思われたあなた。違います。3本目は現代劇いきます。天国と地獄です。黒沢映画を語る上で超重要なキーワードにヒューマニズムがあります。このヒューマニズムですけれども、正直用心棒と椿三十郎で感じるかっていうと感じません。あれはもう侍がバッタバッタと敵を切っていく話なので、ヒューマニズムっていうと違うだろうってなると思います。天国と地獄。この現代劇の映画なんか特にそうなんですけれども、黒沢のヒューマニズムを大切にしたそういった物語が展開されます。天国と地獄は誘拐事件をめぐる話です。前半は三船敏郎が演じる大金持ちの家の中だけで話が進みます。そこに犯人から電話がかかってきて、電話の内容に対してああだこうだってやってるような、そういう展開です。演劇調です。後半は中台達也演じる警部が誘拐犯を追い詰めていく、そんな展開になっています。ただの誘拐事件を扱うサスペンス映画でも犯罪映画でもなく、これはヒューマニズムの映画です。黒沢映画にとってのヒューマニズムとは、純真無垢な人間性をとにかく信じる。そしてそこを賛美する。人間のための正義、社会のためとか国のためじゃなくて人間のための正義っていうのが描かれるのが黒沢映画だと思っています。正義っていうと、この映画見ているとちょっとそれ違うんじゃないと思うところもあったりはするんですが、そういうのもひっくるめて正義とは何か、人間性とは何か、そういうところをちゃんと問いかけてきます。そういうとちょっと重い映画かなとは思うんですが、立て付けは誘拐事件をめぐるサスペンスなので見やすいし面白いです。用心棒椿三十郎っていう単純明快な娯楽時代劇で楽しんだ人には、人間性っていうものを深く掘り下げていっている現代劇としての天国と地獄、こちらを3本目として楽しんでいただければ、黒沢映画の魅力っていうのがだいぶ伝わってくるんじゃないのかなと思います。この3本を楽しんだ上で、ここら辺でやっと7人の侍に行きましょう。7人の侍、3時間ぐらいあります。侍を集める。侍たちが村に行って戦の準備をする。そして敵が攻めてくる。で、最後の決戦みたいな感じの流れで行くんですけれども、ここにも様々なキャラクターが出てきて、楽しく、見やすく、面白く展開はしていきます。そして最初に言った3本を見ておけば、黒沢映画の常連俳優たちを結構もう慣れ親しんでいるので、侍が集まってくるたびに、あの時のあの人か、こいつはあの時のあいつじゃねえか、そういう楽しさもあるかなと思います。すでに黒沢映画に3本も見て慣れて黒沢好きになっていたら、三船敏郎の声が聞き取りづらいことはもう多めに見れるようになります。
さて最後に、じゃあ黒沢映画の見る順番ってあなたが言ったの守んなきゃダメなんですかって言われると、そんなことはありません。身も蓋もないんですが、見たいものから見りゃいいんです。いきなり七人の侍見ても構わないですし、姿三四郎から見ても構わないですし、どん底から見たってドデスカデンから見たって構わないとは思います。ただ、最初にチョイスした黒沢作品でハマったらそれはそれで全然いいんですが、もし、なんかちょっと黒沢映画ってどうなのって思ったとしたら、黒沢ダメだって切り捨てる前に、用心棒椿三十郎天国と地獄を見てから判断してください。用心棒椿三十郎天国と地獄、この辺を見てから七人の侍に行って、その後はもう好きなものを見ていくっていうのが見る順番として私はおすすめしているところになります。さて、次回からいよいよ黒沢映画一作ごとに濃い解説をしていきたいと思っていますので、ぜひともチャンネル登録、いいねよろしくお願いいたします。ありがとうございました。